こんにちは、山下夏美です。3月29日日曜日、今日は平塚海岸でスキムボードを楽しんできました。サイズ少し下がったんですが、形のいい波が少しだけ来てて、思った以上にスキムは結構いい波というか、練習できる波だったんじゃないかなっていうふうに思います。前日と変わらず、今日もバックウォッシュとか、あとはギャップが必ずあったりとかはしてたんですが、合間を縫って結構いいのとか狙える感じでした。そこをちゃんとうまく合わせられるかどうかっていうところだったんじゃないかなっていうふうに思います。基本ちょっと上崩れの波が多かったから、ラップチューブとかを狙うよりかは、横に走る波であったりとか、トリックをうまく狙っていけたらいいかなっていう感じの波だったかなと思います。これとかはちょっとポジションが難しいかな。そう少し今みたいにダンパーチックというかになってしまう場所はあったかな。引き切り1時間前ぐらいだったので、多少早い波もありつつって感じですね。あとはこの巻く場所巻かない場所の差が結構はっきりしてたので、少しでもポイントピークがずれてしまうと一気に乗りづらくなってしまうっていうのはあったかな。これとかポジション間違えちゃうと今みたいにスープになっちゃう。これはラップライン気味に回しながらリッピングスピナーですね。これはちょっと波のパーがないかな。パンプしてコンプリート。これはいい感じですね。バックウォッシュにうまく合わせて乗って、ここでちょっと待ってあげる。うまくいけばもうワンアクションぐらいは入りそうだったけど、悪くはないかな。これはラップライン取りながら流れてるボードキャッチですね。危ないんで皆さんはあんまりやらないように。これかなり波がよれてたんですけど、これよく合わせましたね。ラップラインからワンアクション。フロントショービットで。今のかなり難しかったと思うんですけど。これはラップライン。スピナーまで入れて、チューブを待ったけど、これはチューブにならなかった感じです。それを踏まえて今度はトリックで180してビッグスピンのコンビネーションを狙っていく。ラップライン、スピナー。これリベンジですね。波が張ってくるからいけるんじゃないかなっていう予想で今のはトリック狙いました。これはラップラインかな。3ショビット。ピタ着だね。いいと思う。インサイド。これはね、エアを狙ったんだけど、飛ぶ場所がなくて、今みたいな感じになっちゃったかな。これはターンしてライナー側に行きながらリップを使ったオープンサイド360。で、最後3ショービットでのコンプリート。今のやばいね。高得点。そしてこっからは、今日はビーチクリーンがあったので、ちょうどビーチクリーンをしてる感じですね。9時から。で、ビーチクリーンが終わり次第練習再開といった感じかな。で、この辺りから少し風面が出始めてたかなっていう風に思います。少しずつですが。ただ、乗れる波もちらほらとっていう感じで結構遊べてるかな。この辺も風面が入り始めてもそんなに影響を受けずに狙える波が多かったかなっていうふうに思います。インサイドもアウトサイドも。これはフロントサイドパンピングして波の前に出る。いいですね。
これもフロントサイド。できるだけ先端側に行きつつ、ライナーを狙っていく。いい感じ。これはちょっとスープ気味になっちゃうかな。もう少し左でしたね。波のポジションが読みづらい感じ。これはインサイドでリッピング巻かないところで、オーリーで前に出る。これはライナー側。インサイド。悪くないね。これ難しい角度ですが、フロント狙ってます。最後180で降りる。ちょうど上げ始めぐらいかな。引き切り終わった後上げ始めぐらいでちょこっと、この辺はね、風も強まってっていうよりかは、風の影響がちょっとずつやっぱり出てきてるんですが、変わらずスキムが意外と来てたんじゃないかなっていうふうに思います。スムーズなターンを狙っていく。ただちょっと巻きが甘い。これはリッピングで180狙っていきました。ちょっと飛べなかったんだけど、悪くない狙いだと思う。フロントサイド。軌道修正して、リッピング。これちょっと分かりづらかったけど、スプレーもかなり飛んでましたね、今のは。この辺りは結構フロントが取りやすくなってたので、僕自身も結構フロントをメインに狙ってたかな。スープがね、やや上崩れ系で、やっぱ風面を食らってちょっと上崩れになってたので、逆にフロントをそこでうまく当てれれば流せるんじゃないかなっていう狙いで、そう狙っていって、結構これがうまくはまってたかな。一時的でしたが、結構フロントがこの辺は乗れてます。これとかも、ここで一気に波の前に出て、チューブ狙い。悪くない。そう、これ今途中で加速しましたね。巻いてなかったんだけど、いいと思う。これはラップラインでしょう。うまい。綺麗な合わせ方。いいですね。前足の踏み方が今良かったね。ちょっとパワーがないなりにうまく踏んでいった。ちょっと難しそうだが、これはよく今前出ましたね。これかなり難しかったと思うんですけど、これはフロントサイドリッピングで終わっちゃうかな。もう少しピークを左側に狙いを定めてたらよかったね。ちょっとこの辺はスープですね。風面になってきて割れる位置が先ほどとちょっと変化してきたので、狙いがね定まってない感じです。さあバック押してありましたが、しっかりワンアクションまでラップラインに入れてワンアクション。インサイド目でラップラインしてオーリーですね。今のかなり良かったと思う。これもラップラインか流しか、流しっぽいですね。最後3ショービットまでいいですね。綺麗なライディング。インサイドでラップライン。こんな感じでね、今日は結構スキムオンリーしかないようなサイズ感だったんですけども、思った以上にいい感じにね、スキムの練習ができたんじゃないかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。